皆さん、こんにちは。浩平です。今日もよろしくお願いします。今日もポッドキャストやっていこうと思います。このポッドキャストは YouTube と Patreon で流しています。Patreon の方ではスクリプトを見ながら聞くことができます。新しい言葉とか漢字とか、いろいろな勉強を一緒にすることができるので、ぜひ、興味がある人は Patreon の方にも見に来てください。1ヶ月5ドル、だいたい日本円で750円ぐらいで、毎月ポッドキャストを見ることができます。さあ、今日は音楽についてお話をしようかなと思っています。事前にインスタグラムで皆さんに最近好きな音楽はっていうのを聞いてみました。まずそれについて話していこうかなと思います。いろんな人がね、最近ハマっている音楽を教えてくれたんですが、例えば、なにわ男子の、映画恋を知らない僕たちはの恋する光という名前の歌にハマっているという人がいましたね。あと、香り、香られという歌。あと、アニメですかね。ゲームかな、アイカツっていうゲームだと思います。の歌の Wake Up My Music という歌にハマっている。あと、夜遊びのあの夢をなぞって。これはちょっと前の歌かなっていうものにもハマっているみたいです。私はね、これ聞いて、知っている曲があの夢をなぞってしかなくてですね、なにわ男子も名前は知っているんですが、歌は聞いたことがないですね。アイカツも聞いたことがあるけど、歌自体は聞いたことがない。で、香り香られというのも初めて見ましたね。まあ、私は2年間今、日本にいないので、最近の歌っていうのをほとんど知る機会がないんですが、すごいですね。日本にいる技能実習生とか特定技能の人たちの、意見なんですけど、本当にみんないろんな日本の歌を聴いて、日本語の勉強したりしてるんですかね。そういった形で、いろんな歌を、知ってくれていると、すごく嬉しいなと思いました。で、これ見てみて、みんなのね、趣味とか好きなものも分かったりしますよね。例えば、男性アイドルとか女性アイドルですよね。なにわ男子とか、女性アイドルだと、アニメとかのアイドルもいますけどね、ラブライブとかアイドルマスターとか、そういったものも、アニメを見ながら歌の練習もできる。で、歌を聴くこともできるっていうのはかなり楽しめるコンテンツなのかなと思います。あと、夜遊びとかは世界的に有名ですよね。夜遊びとかアドとかは、インドネシア、ジャカルタでライブとかをやっていたりもしますよね。そういった形で、日本だけじゃなくて世界的に有名なものもありますね。こちらにいるとアニメとかもかなり人気なので、そういったところでもすごく日本の歌っていうのは、みんなに知られているものなのかなと思いました。はい。あの夢をなぞってっていうのもね、結構昔の歌かなと思います。ちょっと正確に覚えてないですけど、2020年とか2019年とかそれぐらいかな。夜遊びが流行り始めた時の2曲目か3曲目ぐらいの歌だったと思いますね。すごくいい歌だなと思います。で、今日は、私の好きな歌とか歌手についてもお話ししてみようかなと思います。私が一番好きな歌手はニッシーという歌手です。これは AAA という、7人組の7人組じゃないな、今は5人かなのグループの中の一人で、今はソロ活動をしている西島隆弘という人が一番好きですね。今度日本に帰る時も東京ドームのライブに行こうかなと思っている。それぐらい好きな歌手です。あと少し前に好きだった歌手だと小袋とか EXILE といったような歌手が好きでした。それ以外にも乃木坂、日向坂、桜坂っていうアイドルですね。昔は AKB が流行っていましたが、今はこの坂道グループっていう名前の乃木坂、日向坂、桜坂というのが、かなり流行っています。このアイドルなんですけど、推しというものが存在します。推しというのは推すっていう意味ですよね。応援するとか、あと推薦するとかっていう言葉の漢字にも使いますよね。レコメンダシーっていう言葉の意味があるもので、特に自分が好きなアイドルとか人のことを推しと言ったりします。日常生活でも、バイト先とか会社の中でお気に入りの人がいたら推しって言ったりするみたいです。皆さんは推しいますかね？
僕は、乃木坂、日向坂、桜坂にそれぞれ推しがいてですね、乃木坂だと梅澤美波さん、日向坂だと金村美玖さん、桜坂だと田村保乃さんっていう、その3人がすごく好きで、多分推しというものなんだろうなと思っています。他にもね、推しは一人じゃなくてもいいみたいなので、全員を推すっていうこともしていいのかなと思いますが、皆さんもぜひこれを機会に自分の中の推しの日本人とか、推しの歌手、アイドルっていったものを、探して決めてみると、ちょっと応援するのが楽しくなるかなと思います。応援するときに、こう、応援している人というよりは、推しっていう名前で決まっていた方が、わかりやすくて、なんだろうな、押すことっていうのがすごく楽しいように感じると思いますね。グッズを集めたり、DVD を買ってみんなで見たりとか、そういうね、推し友みたいな、その一人の人を推している友達ができたりとかっていうのもするかもしれないので、ぜひそういう推しっていうものを考えてみても面白いのかなと思います。であと、日本の歌ですね。どうやって調べたらいいのっていう声が時々ありますね。どんな歌がおすすめですかとかあるんですけど、インターネットでもいいし、直接行ってもいいと思いますが、カラオケが一番わかりやすいと思います。日本で有名な歌っていうのは、カラオケのランキングとかですぐに調べることができますね。カラオケなので歌いやすい歌とか、若い人が好きな歌とかがランキングの上位に来ることが多いんですが、ただそれらは全て日本で流行っている歌ですよね。例えば2024年の、日本レコード大賞の大賞作は、ミセスグリーンアップルのライラックだったと思います。これもおそらくカラオケのランキングの上に来ているかなと思います。2023年もミセスグリーンアップルの、ケセラセラだったかな。これもカラオケの上に来てますよね。カラオケのランキングを見ると今流行っている歌とかみんなが好きな歌っていうのが、すぐにわかるのかなと思うので、ぜひ、これからいろんな日本の歌を聴いてみたいという人は、カラオケのランキングを聞いてみるのがいいのかなと思います。あとはストリーミングサービスですよね。私は Amazon Music を使っていますが、Apple Music とか、あと Spotify とか、いろんなサービスがありますよね。そういったところにも日本の歌のランキングっていうのがあるので、そこをランダムに聞いてみて、自分の好きな歌を探すっていうのも面白いかもしれません。あと、日本語、皆さんどうですか？難しいですよね。僕も今日本語を教えていて、毎日勉強しながら日本語難しいなと思ってるんですけど、歌の中に出てくる言葉はもっと難しいんじゃないかなと思います。歌っていうのは、ただただ情景を説明するような歌もあるかもしれませんが、誰か主人公がいて、その人の気持ちを歌っているとか、誰かの気持ちを歌っているような歌が多いですよね。でそういう歌だと、文法とか言葉の使い方とか、あと気持ちの入れ方、声が強くなる、声が弱くなる、低い声とか高い声とか、いろんな歌い方があると思うんですけど、その感情に沿った文法とか言葉とか歌い方があるので、難しい表現とか、なんだろうな、日本語独特の面白い表現とかは歌とかが一番いいのかなと思ったりはします。もちろんね、ドラマとかでもいいんですけど、ドラマとかは結構日常生活に沿った言葉が使われることが多いので、ちょっと、なんだろうな、日常生活とはちょっと離れたようなところの言葉を使うのは、歌ならではのものなのかなと思うので、歌でわからない言葉とかがあったらちょっと調べてみると面白いかもしれません。歌でしか使わない表現とかもあったりするので、なかなかね普段使えないかもしれないんですけど、どんどん知っていくといろんな歌を聴いたりとか、ドラマ小説とかを楽しむときに、より深く楽しむことができるかなと思うので、ぜひ歌のね歌詞にも注目しながらわからない言葉があったら調べてみて、考えてみてください。でこの表現わからないっていうのがあれば私に聞いてください。私もわからないかもしれませんが、できるだけ調べて、お返ししようと思うので、ぜひね、歌の部分も楽しんでもらえたらいいなと思います。
という形でね、今日は歌について、お話ししていきました。歌っていうのはね、日本だけじゃないですからね、世界中で、みんなが好きなものが歌ですから、私もインドネシアの歌をね、街の中で時々聞いたりもしますし、アメリカの歌も聞いたりします。いろんな国の歌を聞くといろんな国の文化が分かったりとか流行りが分かったりするので、そういった意味でも、皆さんにもっと日本の歌を楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。また今度ね、歌についてお話はさせてもらえたらいいかなと思います。僕も歌が好きなのでね、また聞いてくれたら嬉しいなと思います。次回なんですけど、次回のテーマは今年最初に食べたものにしようと思います。インスタグラムとかでもね、常に、私が質問をして皆さんからの、返事というか意見とか質問とかを募集しているので、ぜひインスタグラムの方も見てください。であと、YouTube 以外にもパトレオンでこのポッドキャストを聞くことができます。スクリプトを見ながら聞くことができるので、より多くの勉強ができるかなと思います。毎月750円程度で、ポッドキャストを聞きながらスクリプトを見ながら、私と一緒に勉強することができます。あとこういった質問とかにも、答えることができるので、興味がある人はぜひ参加してください。参加の方法がわからない人はぜひ私に連絡をしてください。教えします。はい。ということで、久しぶりのポッドキャストになりましたが、どうでしたでしょうか。面白かったとか、楽しかったとか、これが面白かったなど、コメントがあれば、ぜひコメントの方お願いします。皆さんのコメントがあれば、私も、もっと楽しくみんなと日本語の勉強ができるかなと思うので、ぜひよろしくお願いします。それでは、2025年も楽しく日本語の勉強していきましょう。浩平でした。ありがとうございました。バイバイ。